どうも皆さんこんにちは。今日は先日発売になったばっかりのマニュアルマクロレンズパーギア 60mm F2.8 です。これは APS-C 用のレンズということで 35mm 換算で約 90mm っていう感じです。今回私はこれ富士フィルム用のものを使ってるんですけど、他のメーカー用のものも販売されています。製品リンクはこの動画の概要欄に書いておきます。このレンズの一番の特徴はというと、なんといっても倍率2倍まで撮れるっていうところです。このマクロ2倍レンズってなかなか珍しいですよね。サンプル撮影で使ってみたんですけど、さすがに2倍での撮影となるとかなりブレに敏感にならないといけなかったです。ちょっとしたフロアの揺れとかエアコンの風とか、もちろんね自分の呼吸にも気を使わないといけないっていう感じでした。でそれから外観なんですけど、このレンズ面の形状っていうのかな、なんかちょっとね珍しいんですよ。この正面のところなんですけど、ここ一見長方形のように見えるんですけど、実は辺のラインがカーブしていて樽型です。こういうのあんまり見たことがないです。それから材質は金属で安っぽい感じはしないです。重さは 600g です。持った時に結構ずっしりとした重さがあります。そして手前のリングが絞りリングで、先端側がフォーカスリングです。どちらも無段階で動くんですけど、結構重ための動きです。ではサンプル撮影をしてみたので作例ご覧ください。まずこれミシン糸です。こういう巻き糸で表面がカーブしていて円錐型になっています。糸の繊維も毛羽立ちもしっかり捉えてますね。これはだいぶ絞って撮ってはいるんですけど、背景のボケもトローンとした感じで綺麗です。次、これは椎茸の裏側です。この辺にピントが合っているんですけど、ひだの一枚一枚まで鮮明に写ってます。で次はスチールたわしです。2色のカラーライトを使って撮ってみたんですけど、スチールの質感がしっかり出てます。次、色鉛筆です。鏡の上に色鉛筆を束ねたものを置いて、水色の鉛筆の芯のところ、削り跡のラインのところにピントを合わせました。で次に芯だけを2倍で撮ってみました。2倍で撮るとやっぱり焦点を合わせるのが難しくて、何回も撮り直したんですけど、これなら大丈夫かなって感じです。 1.5 倍ぐらいだともう少し簡単に撮れるんですけどね。次、スナック菓子のプレッツェルです。これぐらいのサイズ感です。これが2倍で撮ったものです。2倍で撮るとこんな小さなものの一部分しか撮れないっていうね、ほんとマクロの世界です。それから次も同じくプレッツェルなんですけど、記録が残らないので F 値の詳細わからないんですけど、被写界深度浅めで撮ったものがこちら、被写界深度深めで撮ったのがこちらです。で次は唐辛子です。唐辛子の表面の質感とか、この辺のヘタの乾いた感じとかも綺麗に再現されていると思います。でこちらが2倍で撮ったものです。これ赤い部分に粉っぽいものがついているんですけど、肉眼ではこれは全く見えてなかったので、こんなところまで映っているんだとびっくりしました。次はスパイスの瓶です。このラベルの紙の質感とか印刷の点々までくっきり映っています。それからライトでちょっと反射してますけど、ボトルの中のハーブもドライな感じがしっかり映ってます。そして次、千円札を取ってみたんですけど、まずこれが1倍です。インクのラインの一本一本までくっきりはっきり写ってます。次が 1.5 倍です。ピントは右側の目のところなんですけど、これもまたインクの質感、それから凹凸までしっかりと写ってます。そしてこれが2倍です。これはお札の紙の繊維まで写ってます。それから洗剤を使って泡を作ってカラーライトを当てて撮影してみました。これ何ってわけではないんですけど、いつも見ない世界が見られて撮影してても楽しいです。でちょっとねここからは付録なんですけど、今回このレンズ2倍マクロということで2倍で撮影をしようとするとピント合わせがかなりシビアになるんですよ。
ということでちょっとでも撮影が楽にならないかなと思って前から気になっていたマクロスライダーっていうのを買ってみました。こういうものなんですけど、カメラを載せて三脚に接続するとこんな感じになります。でこのつまみを回すとカメラの位置が右に左に前後にミリ単位で動かすことができます。マクロ撮影って最初にカメラを三脚にセットしてフォーカスリングでピントを合わせるっていう時と、最初に倍率だけメモリを見て設定しておいて、あとはカメラを前後させることによってピントを合わせるっていう時とありますよね。後者の場合このマクロスライダーがすごく便利だったので、このレンズ購入予定の方ぜひこのマクロスライダーも買った方がいいと思います。ということでレンズの話に戻るんですけど、先日ね私ニコンの最新のマイクロレンズ2本使わせていただいたんですよ。しかも Z7-2 っていうフルサイズの最高位機種と一緒に使わせていただいて、とにかくねその時のマイクロレンズの印象がすごかったんですよ。というわけで今回のこのレンズ正直言って、それに匹敵するとは、言えないです。ただこのレンズの販売価格24,000円、それから2倍まで撮れる、そしてマニュアルフォーカスっていうことを考えると24,000円ならこれはありでしょっていうふうに思います。ちょっとマクロレンズを使ってみたいなっていう入門者の方にもねおすすめできると思います。マクロ撮影ってオートフォーカス機能がついているレンズでもあえてマニュアルフォーカスを選択するっていうことが多い撮影なので、オートフォーカスにこだわらないのであればこれはねぜひ検討する価値のあるレンズかなと思います。それから今回はマクロ撮影でばっかり使ったんですけれども、もちろん普通の 90mm 中望遠レンズとして使うこともできますので、使用の幅は結構広いです。それでは今日はここまでです。動画の内容を気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。